ほら、バイクが捨ててあるよ。バイクが捨ててあるね。皆さんこんにちは。今年も12月29日、2025年12月29日になりました。動画がですね、公開される頃は、おそらく1月も半ばを過ぎていらっしゃることでしょう。2026年でございますね。明けましておめでとうございます。もう言い慣れた、聞き慣れたみたいな感じのね、雰囲気が漂っていると思います。だがしかし、今日は12月29日、2025年最後の日でございます。冬休みも始まった方がいらっしゃるそうですね。はい。私はですね、本日がですね、お休み納めのバイク納めでございます。これからですね、お仕事がね、正月明けまで続いていきますんでね、本日、思う存分バイクに乗りましたので、今帰り道でございます。さっきですね、宮ヶ瀬行ってきたんですよ。で、やっぱりね、お休みムードでね、バイクも、ライダーもたくさんいらっしゃいまして、いいんですよ。それはいいんですよ。僕そういうの好きだからね。ただ、一定数いらっしゃいますよね。なんかマフラー吹かしたがる方ってね、何なんですかね、一定数いる法則というのは。いや、まあ、楽しみ方とかさ、そのね、自分が好きなものを好きなようにすればいいと思うんですよ。それでいいと思うんですけれども、人混みの中でバイクのマフラーを吹かす理由って何なんですかね、あれ。本日もですね、やっぱりこう、ある程度バイクが止まってライダーがゆっくりしてる中でブン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 言わせてるんですよ。で、これから発進なのかと思いきや、ね、そのままエンジン止めちゃう。ブン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 散々言わせた後にエンジン止めちゃう。お前、乗るわけじゃねえのかよ、これからって思って。ただ吹かしただけかよっていうね。あれ何なんですかね。僕ね、もう見るたびにね、不快でしかないんですよね。みんなが駐車してる中でね、ブン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 言われてもね、本当にね、気違いですよ。頭おかしいのかね、あいつらって思って見てます。いつも。ね、そんなこんなでね、宮ヶ瀬行ってきて、カインズ行ってきてね、ちょっとカインズでアース線を買いまして、ね、ほんと年末感何にもないんですけれど、今日はね、じゃあ何の話をしようかって言ったら、ちょっとバイクウェアについてちょっと語りたいなと思います。私が今着てるこの兵道のレザージャケットでパンチングレザーなんですけど、まあ穴が開いたレザージャケット、冬にパンチングレザー着てあんた寒くないのというご意見いただきまして、ちょっとこれ面白いネタだからちょっとウェアについて語ってみようかなという所存でございますよ。では行きます。どうぞよろしくお願いいたします。なおこれから話す内容はですね、私のね個人的な感想と個人的な価値観十分に含んでおります。偏見などもありますので、ゆるい気持ちでいつもの通りご覧ください。バイクメーカーウェアでいうと、まあ小峰さん、太一さんから入る方多いですよね。あの二手のメーカーね、何が一番いいかって言ったらコストパフォーマンスの高さですよね。手に入りやすい価格で質の高いね、機能性がいいっていうのかな。あの二手のメーカーってね、プロテクターも技術が高いんで、すごい優れてますよね、プロテクターもね。標準装備、ウェアに標準装備されてるプロテクターも結構、もうそれだけでいいみたいな感じで、ね、いいものがありますよね。でやっぱり免許取り立ての方とかは、小峰さん、大志さんのウェア着る方多いんじゃないですかね。僕もですね、実際最初の頃それ買いました、着ました。だって、なんかバイク行くためにそれが並んでるのが一番手に取るところに思ったより高くないから買いやすいじゃん。バイクウェアとして欲しい機能っていうか装備ってもう兼ね備えてるものが多いじゃないですか。買いますよね。僕も買いましたしね。で実際今ね着てる電熱インナーは小峰製ですね。ただちょっとね思うことが、小峰さん、小峰ってなんであんなデカデカ書いてあるんでしょうかね。ごめんなさい、ちょっとね、コミネ着てる方とかはね、申し訳ないんですよ。僕、コミネって書いてあるのが、本当にね、一貫性許せないんですよね。ちょっとあれだけはね、どうもこうも受け止められない。なんでですかね、メーカーさん、たまにいらっしゃるじゃないですか。自分のメーカー名をバンバンバンと書きたがるメーカーさんね。トミーとか、ああいう感じでなんか、かっこいい感じでロゴが入ってるんだったら僕、すごい好きなんですよ。ね、俺トミー着てるぜとかそういうの昔流行ったじゃないですか。特徴的っていうかインパクトがあったりとかデザイン性に優れてるロゴだったらデカデカあってほしいんですよ。ただ単純にねコミーねって英語で書いてあるだけの迷路をなぜあんなに大きくしてしまうんですかね、小峰さんね。もういっそのこと漢字でコミネって書いてけばって思いますよ。はい。可愛い女の子が来たら可愛いのかもしれないし、かっこいい男が来たらそれすらもうコミネすらかっこいいのかもしれない。
シンプルだったらシンプルでもロゴもなしでしてほしいぐらい。もしかするとね、付け外しできるワッペンみたいな感じにしてくれたらいいんですけどね、マジックテープのワッペンとかにしてくれたら、なんかもうちょっと購入者広がると思うんですよね。ね、ちょっと言っちゃうと、ワークマンの威力すごいですね。もうワークマンは本当にね、すごいなって思う。ちょっと前までは作業着メーカーだったのがね、今じゃね、もう何でも服作っちゃう。僕も昔はね、またワークマンの着てた時があったんですよ。パンツもワークマンも履いてましたし。ワークマンのいいところってね、本当にね、コストパフォーマンスだけじゃなくてね、夏だったら涼しいし、冬だったら暖かいっていうのにこだわりがすごいんですよね。小峰さん、大志さんも、プロテクターとかバイク特化型だったらちょっとまあ、一歩行くんですけれど、ウェアとして言うんだったら僕、ワークマンのコスパにはかなわないんじゃないかなって。しかも安いから、1年2年で買い替えるとしても全然いいですよね。ボロボロになろうと、ボロボロじゃなかろうと飽きて買い替えるっていうのも全然、あの値段だったらありですよね。じゃあなぜ着ないのかって言ったら、まあちょっとロゴが気になるからそんなにロゴはいらねえぞと。で、同じ価格帯でアーバニズムさんっていうのがありまして、これは別に案件じゃないかちょっと思ったこと言うんですけれど小峰太一と並ぶ価格帯でありながら、いやこの服もねすごいんですよ。まあ正直なところ言うと、最初からついてるプロテクター、標準装備のプロテクターはね大したことないですまあ一応つけておくねみたいな感じのプロテクターなんで、まあ普段プロテクターをつけないけれど、まあまあ軽くつけとこうかなぐらいの人がつけるにはちょうどいいですね。アーバニズムのプロテクターは。ウェアとしてどうなのかって言ったら、これがね、またね、デザインはね、コミネともタイチともワークマンとも違うんですよ。とにかく、おしゃれな感じ。バイクに乗ったまんま、ショッピングモール行ったりとか、駅前歩いたりとか、街ぶらしたりとかもできますよっていう服装になれる。いや、本当にね、おしゃれなんですよ。カジュアルにいたいっていうと、アーバニズムのジャケットいいですね。すごいいい。着やすい。プロテクター期待しないでくださいでね、ちょっとじゃあ価格帯を上げていくと、僕が着た話なんでね、僕が今までまあ使用してきたジャケットのジャンルにはなってしまうんですけれど、メーカーにはなってしまうんですけれどね、アルパインスターズも僕好きだったんですよ。で、あれ結構着てたんですよ、アルパインね、憧れて。いや、やっぱりかっこいいじゃないですか、お星様。いや、まあ悪くないですよ、本当悪くないんですよ。ただ一つ言うんだったら、やっぱり日本製にはかなわないかなっていうのが正直な感想でございます。あれね、本当にね、なんて言うんだろう、雑なんだよね、作りが、アルパイン。生地がね、ボロい。傷むとかそういうのじゃないんだけど、日焼けのね、頻度、日焼けがね、すぐ日焼けするからね、黒いジャケットね、多分1年ぐらいで紫色に変色しますよ。レーシング用のグローブとかね、あれね、ロゴがすぐ剥がれるんですよね、アルパインスターズね。で、ブーツもね、やっぱり白いブーツ買うと今度は黄色くなるんですよね、すぐね。すぐなるの。いや、ほんとびっくりするぐらいね、速いよ、変色するスピードが。メーカーのロゴが潰れたらもういらないよ、あれ。そこまですごいわけでもないし、メーカーが好きで買ってるのにメーカーのロゴが消えるとか、デザインが損なわれるとなると、着る意味なくなりますよ。ね、やっぱりたどり着くのってジャパニーズなんですよ。日本製がいいなって思っちゃう。で、その中で今度はね、レザーに目覚めてからは、レグナー買ったんですよね、一回。本当にね、これからレザーを着ようとか、レザージャケットかっこいいんだけど、ちょっと高いの手が出ないなとか、そこまで本格的じゃなくていいっていう方、すごいおすすめですよ。質のいいものを手に入れやすい価格で提供してくれるのがデグナーさんですよ。牛革じゃなくて羊の革とかヤギの革とかをね、使ったレザージャケットを出してるんですけど、それだとね、4万円ベースぐらいで買えるんですよ。で、牛じゃなくていいやって思うかもしれない。軽いんですよ。軽いし、防風性しっかりしてるし、で、レザーとしての質感もちゃんとある。すごい着やすいですよ。いいですよ、ほんといい。でね、僕がね、ちょっともういいかなと思ったのは、ちょっとサイズ大きめにできてるんですよね、デグナーさん。誰でも着れるようなサイズではありますよね。結局ね、やっぱりね、高くていいものって当たり前なんですよ。それだけの値段を払うんだから、クオリティも高くないと、値段相応のクオリティがないと高さって成立しないじゃないですか。その中で言うんだったら、ローホといえばやっぱり強いですよ。串谷さん、角屋さんね。この2つはね、失敗しないと思いますよ。角屋に関してはですね、で実際にこう近くで見てみると、角屋の革ってすごいんですよ。革の色がもうすごい綺麗なんですよ。角屋ってなんか最初からめっちゃくちゃ柔らかいんですよね、角屋の革って。柔らかくて軽くて質感綺麗で、まあ高いだけあるよなって思います。
でね、シルエットにすごいこだわってますよね。パンツを履いてる時のね、線が綺麗なんですよ。で下にはですね、冬用ウェアを買ったりとかもして、何個かちょっと愛用はさせてもらってるんですけれど、で串谷さんのすごいところって、かゆいところに手が届くんですよ、あのジャケットって。ライダーのためっていうことに関して特化してますよね。ジャケットの詳細欄とか見てると、へーへーへーって思うじゃないですか。思うんですよ。そういうのがあるんだ、そこにチャックあるんだ、へーとかね。フードそうなんだ、へーとかって思うんですよ。実際ね、着て走ると、口谷って、ライディング姿勢をね、疲れさせないっていうのが自然体で乗れるんですよ、バイクに。品質いいじゃないですか。小峰さんとか大志さんとかに比べ物にならないぐらい本当にいいんですよ。串谷買うとやっぱり串谷だなって思います。それぐらいね、あれね、ちょっと高いんですけど買ってみると分かります。本当に。だから長いライディングとかバイクで旅する方って串谷1着持ってた方が絶対損しないと思います。あってよかった串谷とか着てよかった串谷と思うと思います。串谷のレザージャケットね、狙ってるんですけど、どうしようかなって迷いながらも、やっぱり今選んでるのは僕、兵道のジャケットなんですよね。やっぱりね、兵道さんってね、何がいいかって、シルエットすごいんですよ。これなんか売る気あるのかなっていうぐらいのタイトなサイズなんですよね、本当に。僕ですね、身長183センチで体重が59キロ、今。はい。で、この183センチの59キロの極端な体型となると、縦に合わせると 2L とかになるんですよ。横に合わせると M がちょうどベストなんですよね。だから何か妥協しなきゃいけないんですけど、兵道さんってこの体型にぴったしくるんですよね。ちなみに僕が着てるこのジャケットはですね、L サイズです。今、中にね、電熱インナーとヒートテック着てます。それでこのタイトさでね、動けるサイズ感なんで、もうすごい、だから難しいですよね、サイズ選び。とにかくね、細身サイズでできてるんで、試着しないと買えないですよ、兵道さんは。今年もね、僕の中では残りわずかとなりました。1年振り返ると、今年はいろいろありましたよ。生きてればね、いろいろなことがありますね。で、大人になるにつれてというか、年を取るにつれて、課題がどんどん山積みになっていくものですね。大人になると、悩みとか減るんだろうなとか、ただ仕事してせわしなく生きて毎日が過ぎてくんだろうなと思ってました。何も変わることがなく。そうではないんですね。もう年を取るってね、いろいろなことが起きるんですね。考えなきゃいけないことがいっぱい出てくるから、悩みは尽きないですね。本当にね。ただ思うのは、いい1年でしたか悪い1年でしたかっていうと、僕はいい1年でした。考えることとか課題とかがあるために、それを超えたらまた新しい自分になれるんだなと思うと、で、今いる自分ってそれを超えてきたから今いる自分なんだなと思うと、とても充実した時間だなと思います。あれしとけばよかったかな、これしとけばよかったな、あの夢叶わなかったなとかって1年の終わりに後悔してしまうと、来年1年もまたその後悔を引きずると思うんですよ。だからね、1年の終わりにはもうさっぱりいい年だった。1年の始まりに今年はどんな年にしようとか、今年どんな夢を叶えようって、もう始まりからね、ワクワクしましょう。